こんにちは。こんにちは。今回は皆様にお願いがあって動画を撮影しています。令和6年能登半島地震の復興支援に関するお願いです。はい。まずは今回地震で被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。今回の震災により私たちも日本一周中に訪れたキャンピングスポット浜野という珠洲市にあるキャンプ場も被災されました。珠洲市っていうのは能登半島の先端に位置しています。今現在も断水が続いていたり復興が遅れている状況です。はい。でそんな中なんですが、浜野さんが復興に向けてクラウドファンディングを立ち上げるということで応援したくて動画を撮影しています。で今回の動画ではそのクラウドファンディングの詳細もお伝えするんですが、それとは別に私たちのオンラインショップの方でもチャリティーグッズを販売することにいたしました。はい。このチャリティーグッズの収益は全て浜野さんに寄付する予定です。合わせてこの動画の収益に関しても浜野さんにお渡しする予定です。はい。クラファンとチャリティーグッズで応援いただけるのが一番いいんですが、この動画を最後まで見ていただけるだけでも応援になりますので、ぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。お願いします。でこの動画では私たちとキャンプ場との出会いも含めたキャンピングスポット浜野さんのお話、被災状況も含めた現在の状況、そしてクラウドファンディングとチャリティーグッズのお話、これを順番に紹介していきたいと思います。はい。まずは私たちとキャンピングスポット浜野さんの出会いについてからお話ししたいと思います。はい。僕たちがまだ日本一周している頃、2021年の5月末に初めてキャンプ場を訪れました。はい。能登半島を訪れてすごく景色のいい場所が多かったので、この景色を見ながらキャンプできる場所はないかなという感じで Google マップで探して偶然見つけたキャンプ場でした。はい。なので直前に予約したんですが、快く受け入れてくださいました。それで実際にキャンプ場に訪れて、もう一瞬でその景色に目を奪われました。浜野さんはご夫婦でやられてるキャンプ場なんですけど、すごく手作り感があふれてこだわりが詰まった素敵なキャンプ場でした。キャンプサイトからは能登の綺麗な海が眺められて、またオーナーさんが手入れされたすごく綺麗な芝生の上でキャンプができるということで、とても印象に残っていたキャンプ場です。はい。で海の向こうには立山連峰、富山県側の山も見えて、なかなか珍しい景色というか絶景の中でキャンプができる素晴らしいところだなと感じました。その時 YouTube も撮っているので、ぜひそちらも合わせてご覧いただければと思います。はい。私たちも日本一周中に訪れたキャンプ場の中でもすごく印象に残っていて、日本一周まとめの動画でも特に良かったキャンプ場の5つの中に選ばせていただきました。はい。僕たちが日本一周を始めたのが2021年の4月なので、もうほんまに出発して1ヶ月ぐらいの時に結構序盤で訪れたキャンプ場ではあったんですけど、もうその時にも絶対これは上位に入るキャンプ場だと確信するぐらいいいキャンプ場でした。はい。今は北海道に移住してちょっと遠くなってしまったのでなかなか行けないんですが、また絶対いつか行きたいねといつも2人で話していました。能登地方っていうのは、今回大きな地震があったんですが、僕たちが訪れてからも2回大きな地震がありました。でその地震のニュースがあるたびに僕たちも真っ先に浜野さんのことが思い浮かんで心配していたんですけれども、いつも浜野さんのインスタグラムの方で、ストーリーが上がっていて無事でしたと、それを見て僕たちもいつもよかったと安心していました。で今回の地震の際も真っ先に浜野さんの顔が思い浮かびました。すぐに連絡しようかなとも思ったんですが、大丈夫ですかと聞いてもおそらく大丈夫じゃない状況だろうなというのと、インスタグラムでつながっていたので、また何かしら浜野さんの方から発信があるだろうということで数日間待っていました。過去2回の地震の時はすぐにストーリー上がってたんですけど、今回はさすがに数日間、何もなかったんですごく心配していたんですが、数日経ってストーリーを上げられていたので、それを見てこちらからご連絡させていただきました。幸い浜野さんのご家族やその時キャンプ場にいらっしゃったお客さんっていうのは全員無事だったというような内容で浜野さんが発信されていました。その時に私たちから何か手伝えることがあったら何でもおっしゃってくださいというふうに連絡させていただきました。でそこから特にやり取りすることはなかったんですが、インスタグラムの方で浜野さんが現状だったり近況っていうのを上げていたので、それを都度確認していました。私たちの方でも何かお手伝いできることないかなと思っていたんですが、震災からちょうど1ヶ月頃の時に浜野さんの方から連絡をいただきました。はい。内容としては、震災から1ヶ月間復興に向けていろいろ頑張っていたんですが、ちょっと夫婦2人の力ではどうしようもないと。キャンプ場も復興していきたいけど、やっぱり人手不足とか、そういうこともあってちょっとどうしていいかわからないというご相談でした。
実際の文面としてはもう本当に助けてほしいというような文面で、その切実さが伺えたので、すぐに私たちも連絡してこれからどうしていくかっていうのを一緒に考えました。はい。その中でクラファンの話があったので、僕たちもできる限り全力でバックアップさせていただくということになりました。浜野さんの中ではこのクラウドファンディングをするにあたってもすごく葛藤があったと思うし、現在も断水が続いていたり余震がある中で本当に復興できるのかという思いだったり、今後の不安などいろいろ悩まれたんですが、それでも前を向いてキャンプ場を復興していきたいという強い思いを感じたので、私たちも応援したくてこの動画を撮影しています。はい。で、浜野さんは瓦屋さんの仕事も得られております。能登のあの地域っていうのはニュースでご覧になってご存知の方も多いかもしれないんですが、すごく瓦屋根が綺麗な場所です。で、それが地震によって建物が崩れてしまったり瓦が落ちてしまったりして、現在としては浜野さんもその修繕作業っていうのに追われています。そんな中なのですごく忙しい状況でクラファンっていうのを立ち上げられて、僕たちも強く応援したいなと思っています。次にキャンプ場の被災状況を含めた現状についてお話したいと思います。はい。まずはこの地震の影響でキャンプサイトのあちこちで地割れが起きているような状況です。はい。すごく綺麗な芝生のサイトだったんですけど、至る所で地割れが発生してしまって、すごくちょっと悲しい状況になってしまってます。僕たちが訪れた時も一生懸命オーナーさんが芝刈りをしていらっしゃったんですけど、毎日その瓦屋の仕事もありながらすごく綺麗に手入れされていたサイトだったので、今現状の姿っていうのはすごく悲しいです。浜野さんのところはトイレもすごく綺麗にされていて、今まで訪れたキャンプ場の中でも本当一番に綺麗なんじゃないかなと思うような自慢のトイレがあったんですが、そのトイレの建物っていうのも上の部分が大きく傾いてしまって全壊は免れたんですが、もしかしたらその建て直しが必要かもしれないというような状況になっています。はい。で、建物もいくつかあって、幸い管理棟に関しては倒壊は免れたんですが、一部建物では全壊した建物もあったり、建物にも被害が及んでおります。で、さらにサイト自体は海に面していたところだったので津波の被害もありました。浜もすごく綺麗なところだったんですが、そこにも漂着ゴミが流れ着いていたり、落ちた瓦屋根っていうのが散らばっているような、そんな状況です。で、キャンプ場の周りにおいても珠洲市っていうのはほとんどの建物が半壊もしくは全壊している状況で、多くの方が今現在も家に住めず、避難所にいらっしゃったりとか、二次避難という形で離れた地域で生活されています。一般ボランティアの受け入れはすでに再開しているんですが、珠洲市に宿泊施設が不足していたり、ボランティアの受け入れにいろいろな制限があったりしてまだ十分に進んでいないような状況です。はい。一般ボランティアの方っていうのは基本的には金沢からバスに乗って日帰りで活動されています。本来であれば能登に滞在してできればいいんですけれども、各エリアやっぱり宿泊施設が不足している状況で、ボランティアの方も、たくさん行きたいやりたいっていう方はいらっしゃると思うんですが、実際それに追いついてない状況になってます。なのでキャンプ場をいち早く復興させて、そういった一般ボランティアの方の受け入れもできるようになれば、もっと復興っていうのも早くできると思いますし、一般のキャンプのお客様、そういった方を受け入れることで珠洲のスーパーでお買い物をしたりだとか、飲食店に行くことで地域の活性化にもつながると考えています。実際浜野さんのところはもうキャンプ場をオープンされています。こういう状況なので大々的に今来てくださいとは浜野さんの方では言えないとは思うんですが、有志の方でボランティアに行きたいとか、そのキャンプ場を利用することで浜野さんたちの力になれるならということで、お客さんやボランティアの方が今現在来られて活動しています。なので浜野さんとしてはキャンプ場をきれいにしてお客さんに来てほしいのはもちろんなんですけど、そういった地域復興の役割も担いたいと、そういうふうに考えられてクラウドファンディングを立ち上げられることを決めました。はい。では続いてそのクラウドファンディングの詳細と、私たちが作るチャリティーグッズの詳細をお話しさせていただきます。はい。もうすでにこの動画が公開される2月24日には浜野さんの方のクラウドファンディングのページも公開されています。クラウドファンディングの期間は4月末までを予定しております。はい。詳細はそのページをご覧いただければと思うんですが、浜野さんの復興への思いとか、キャンプ場への思いっていうのが詳しく書かれているので、ぜひ見ていただければと思います。集まった支援金っていうのは全てキャンプ場の修繕に使われます。キャンプ場を復興するにはまだまだ時間もかかるし労力もかかるんですけど、
お金っていう部分もな、うんかなりかかることになると思うので、少しでも多くの方がご支援いただけるとありがたいです。はい。浜野さんのクラウドファンディングの方ではリターン品としてオリジナルステッカーやコーヒー、キャンプ場のチケットなどをご用意されています。はい。それとは別に私たちの視聴者さんがもっと応援しやすいように私たちの方でチャリティーグッズを作らせていただきました。はい。こちらは私たちのオンラインショップの方で販売します。今回3種類販売させていただくんですが、私たちが訪れた時の風景をイラストにしました。ステッカーとミニタオルと手ぬぐいを用意しています。はい。こちらの販売期間はこの動画が上がるタイミング2月24日の夜8時から3月10日日曜日の11時59分までとさせていただいております。はい。3種類すべて購入いただいた方には別途ミニポーチを付けさせていただきます。でお届けは受注生産になりますので3月下旬頃から出来次第順次発送していくという形にさせていただきます。はい。これで得た収益っていうのは全て浜野さんの方にお渡しさせていただきます。はい。私たちとしては最優先は浜野さんたちのクラウドファンディングにご支援いただければと思っています。で何らかの事情でクラウドファンディングだったりチャリティーグッズの購入が難しいという方もいらっしゃると思うので、この動画の収益も全て浜野さんにお渡しすることにしました。なのでこの動画を見ていただくだけでも支援になりますので、繰り返し見ていただければそれも支援になります。はい。詳細に関しては各ページのリンクを概要欄に貼っておくのでそちらからご覧ください。はい。今回浜野さんはクラウドファンディングを立ち上げられたんですが、その目的っていうのも自分たちのためというよりかは能登のため、鈴のため、また来てくださるお客さんのためという思いがすごく強いです。実際周りの建物もほとんど倒壊してしまっているので、今後もう住まなくなる人、能登に戻ってこなくなる人も多いと、そういう心配も浜野さんたちはされています。なのでキャンプ場が復興して、そこに来てくださる方が増えれば能登地域全体の復興につながると考えています。私たちも訪れた時、能登半島をぐるっと一周回りながら浜野さんのキャンプ場にも遊びに行ったんですけれども、周りの地域っていうのもすごいいいところだったので、そのキャンプ場だけじゃなくて今現在復興に向けて動かれている施設だったり飲食店とか、そういうところにたくさんの方が訪れればいいなと思っています。私たちも本当ならすぐに能登に行ってお手伝いできればよかったんですが、ちょっと他のお仕事の関係だったりとか今すぐは難しい状況なので、機会を見て必ずお伺いしたいと思ってます。はい。今現在僕たちができることとしてはこうやって動画を撮影して皆さんに情報を共有してたくさんの方に知ってもらうということなので、ぜひこの動画をご覧いただいた方は周りの方であったり友達とか家族皆さんに共有していただければありがたいです。最後に浜野さんからもメッセージをいただきましたのでちょっとお読みさせていただきます。令和6年元旦の能登地震で被災してからの1ヶ月はキャンプ場の復興はもとより自分たちの今後の生活さえも想像できず毎日が不安に押しつぶされる日々でした。キャンパーさんの温かい励ましもありキャンプ場を再建しようとクラファン手続きを決めたものの、私たちにはそれを形にする力がありませんでした。頭に浮かんだのは1泊だけのお付き合いでしたが、好意的に私たちのキャンプ場を紹介してくれたケンジとあかりさんでした。助けてくださいのメッセージにすぐに対応していただき、不安、悩み、今の心情を聞いてもらい本当に救われる思いでした。私たちが大事にしているところを理解した上での助言、提案が何よりも嬉しかったです。少しずつですが復興へと動き出しています。いつの日か綺麗な景色を眺めながらサイトで一緒にコーヒーを飲める日が訪れればいいなと願っています。ありがとうございます。またケンジとあかりさんの視聴者様にも現在のキャンプ場の状況を知っていただき、復興のためにご協力いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。ということでメッセージもいただきました。はい。今現在も浜野さんたちは復興に向けて尽力されているので、ぜひとも皆様のお力添えよろしくお願いいたします。お願いします。一日も早く能登半島を含めた全ての被災地域が復興することを願っております。最後までご視聴いただきありがとうございました。